皆様こんにちは。今、長野県安曇野市です。奥に北アルプス、左の白いのが常念岳です。天気が良いので出かけてきたついでに、安曇平の南北比較を映してみましょう。それより今、それどこと聞かれそうですが、もうすぐご存知の場所に出ますので待ってください。ここを左折して長野県道57号に入ります。はい、これでどこだかわかりましたかね？そうです。長野自動車道の安曇野インターです。ここからは混雑しているので4倍速にします。左へ向かうのはすべて安曇野インターへ入る車。左から来るのはすべて安曇野インターから出てきた車。さあ、進みましょう、と言いたいところですが、4倍速にしたくなったほどにいつも混んでいます。今通過した安曇野インター交差点を右へ行って、北アルプスパノラマロードを目指すにしろ、おおむね混雑からは逃れられません。なので、私は混雑した区域内に目的地がある場合を除いて、基本的に幹線道は走りません。先ほど安曇野インターを取るために、直前で東側へ出たのですが、松本に近い位置から裏道だけで来ました。笑い。空いた道をのんびり走った方が眺めが良いし、ゆっくり走っても混雑幹線路と所要時間が同じなら、空いていて眺めが良い方がいいに決まってます。しかし、そういう経路は、ややこしいから観光の皆さんにはお教えできない。頻繁に訪れてくださる安曇野マニアの方々は、そんな経路を探索してみてくださいませ。ただし、裏道はスピード厳禁でお願いします。前方、右の大きな建物は赤十字病院。ご覧の北アルプスからヘリコプターで救助された怪我人、病人はほぼ 100% ここへ運ばれます。ここで左折。ちょっと北アルプスを見に寄り道しますよ。さあ、どうぞ。豊品は他地区と違って背の高い建物が多いのですが、一般車用の屋上駐車場ってのはある意味貴重。笑顔。大型商業ビルの4階部分に相当するので、周囲360度の展望が可能です。あらあら、おじさんがスマホで写真撮ってます。そりゃ、今日の天気では撮りたくなりますよね。正面、遠くの一番低くなったあたりは塩尻峠で、見通しが良い日は南アルプスの頭も見えます。また正面に見えてきました常念岳。さあ、また4倍速に戻します。豊品駅入口交差点。直進すると豊品駅。ここは右折して国道147号の混雑も移しましょう。直進正面の豊品駅ですが、安曇野駅へ改名の案がまたぞろ再燃した説があって、生粋の地元民が怒っていた話があるのですが、それはまた後ほど。これが国道147号線。
いつも混んでいて、通勤時間帯などは特にひどいです。等速映像ではとても待ってられないし、混雑の様子をそのまま映すなら、最低でも4倍速じゃないと間が持たない。それに周りを建物に囲まれていると、景色を眺めていることもできない。こういう道って私には過酷なのです。とほほ。映像はすでに年末年始休暇に入ってからですが、普段はこれに平日は営業者が上乗せ、休日は住民買い物と県外観光客者が上乗せです。そろそろかつての豊品村ができた頃の北端です。そして豊品町となり、太平洋戦争後、この辺りの南穂高村とも合併。そして平成17年、この万水川を渡った穂高町を含む3町2村が合併して安曇野市となりました。先ほどの由緒正しき生粋の豊品人である知人ですが、豊品というのは豊品村ができた時に合併した村々の頭の音をつないだ名前なので問題ないが、その人は安曇野市にしたのも好きでないとのことでした。もともと安曇野といえば松本の梓川から、北は大町の平坦部までの呼び名なのに、南安曇郡だった自分たちだけが、安曇野という名を独り占めしたようで気分悪いとのこと。その上、さらに安曇野名の認知度が知れ渡ったから、今度は豊品の駅名を消して安曇野駅にしたいなど、もってのほかだというわけです。合併して一緒に市を構成した穂高町だって、穂高駅の名を捨てて安曇野駅にすると言われたら、徹底的に反対するだろうという話でした。この人の豊品愛の深さも安曇愛の大きさも、私は素晴らしいなと思いました。さあ、そろそろ穂高駅の入り口が近くなってきました。穂高駅入り口交差点。せっかくだから穂高駅は移していきましょう。この先、左の鳥居が穂高神社。ここ。穂高駅舎の背後に常念岳が見えます。すぐ左折でもいいのですが、一旦戻って分かりやすい経路で行きます。念のためですが、穂高神社は、ここが里宮で、上高地の明神池に奥宮。奥穂高岳の頂上が峰宮なのですが、ここ、里宮の力は常念山脈の影になるので、穂高岳は見えません。今度の正面は有明山です。さて、混雑が少し解消されたので、ここからは2倍速に変えます。長野県道308号小岩岳穂高停車場線、そうそう穂高神社ですが、安曇野観光の際に寄った方は多いと思いますが、ぜひ9月の本宮例大祭に合わせて来てみてください。混雑しますが絶対に後悔しないと思います。そして山好きの方は10月の奥宮例大祭へも。これまた素晴らしいですよ。今ちょうど烏川の富田橋の架け替え工事中です。遮るものがないパノラマ展望ですね。後ろ立山連峰は真っ白な雲がかかっていますが、展望としては素晴らしい。展望には山との距離感はこの程度が良いので、ここで右折します。安住広域農道。
市道2109号。この道は東側の国道147号よりは空いてますが、ここより南側の通勤買い物時間帯は混みます。でも36線より山と離れてるから景色が良いし、山が見える日なら混んでいても我慢できる。この先の信号は県道との交差なので、信号待ちが長いのもありますし、その上右折車線がない場所で、混雑時間に右折車があると延々と待たされます。それに急ぐ必要のない地元車は、ギリギリまで寄せないことが多いので、すぐ後ろについた都会ナンバー車が、すり抜けようとして困っている様子を見かけます。もう少しセンターライン寄りで止まってくれてたら、後続車が左側を通行できるのにな。という声も都会から来る知人たちからよく聞きます。残念ですが言われる通りだと思います。しかし徐々に変わってはゆくでしょうから。ゆっくり美しい景色でも眺めていてよ。としか返せません。苦笑苦笑。でも左折の際に一旦右に煽ってから左に曲がる。そういう車はさすがに減ったでしょというと、まあそういう車は確かに減ったねとの返事。同じように徐々に変わっていってほしいところです。この信号を直進すると国道へ戻ってしまうので、左折して36線と国道の中間で北進します。市道201号。変な番号でしょ。穂高の1号線で、安曇野スケッチロードとか言われますが、この手の愛称って同じ道にいくつもダブって複数の愛称が存在する場合も多いので、私はあんまり愛称は使いません。中房大橋。そしてここからは松川村です。下河原橋。右の川は内川で、右の橋は細野橋で、橋を渡って直進すれば JR 細野駅。高瀬川沿いの北アルプスパノラマロードの道の駅、安曇野松川の裏口に出ます。ここはだだっ広くて、後ろ立山連峰が見渡せる良い場所ですが、今日は前方の白い雲が残念です。それでも空が青いので気分は良いですね。この辺りで実は左から有明山の尾根末端に弾き出される形で36線がこの道に近づいてきているので、すぐ近くを36線が並んで走っています。
なので、ここを左折して山麓線に移ります。左は松川村の温泉施設、鈴虫荘。ここを右折。長野県道306号有明大町線。右側に安曇野千尋美術館。道の左右にちらほらと白いものが。しかしここでこの程度なので、右側東側の国道方向へ下っていくと、白いものは姿を消します。そしてこの辺りまで来ると、南に面した屋根の上にも白いものが残っています。どんどんと左右の畑の白さが濃くなってきました。いよいよこの道は松川村から大町市に入りました。一層白さが増しましたよね。それでも右方向にある国道147号ではまだ周りにこれほどの白さは感じません。南北の差はもちろんですが、それだけではなく東西の位置での違いも結構に大きいのです。安曇は広い、それも大きな魅力です。それにしても冬はこの真っ白なだだっ広さがたまらなく良いんです。だって冬景色なんですから。笑顔。この信号を右折すると JR 信濃常盤駅です。
路面が濡れてきていて、タイヤが踏まない場所が白く残り出して、やっほー、雪道になってきましたよ。安曇野を南から北へと走る映像から、その広さと見える山々の角度の違いと、雪の有無や量の違いまで、楽しんで納得してもらえたでしょうか。ぜひもっと来て実際に楽しんでくださいませ。高瀬川を渡ります。ご覧いただきありがとうございました。